皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、今日は児童労働を取り上げるぜ。ああ、大事な話ね。ILO 国際労働機関とユニセフから新しいレポートが出たんでしょう。2025年の6月に、児童労働、2024年の世界推計、傾向と今後の課題が出た。それを読みながら、世界の児童労働について考えよう。わかったわ。あ、でもちょっと待って。児童労働の定義を教えて。ただ、子供が働くだけでは、児童労働に当たらないのでしょう。その通りだ。ILO の定義を紹介する。児童労働は、子供の健康や発達に悪影響を及ぼす仕事や、長時間労働、幼い子供が行う労働を指すんだ。そうだよね。子供の心身のことを考えて、統計を取っているんだよね。例えば、義務教育を妨げる労働から、人身売買、強制労働、そして子供兵士まで残酷な話は現在も続いている。もちろん日本も無関係ではないので、今日は、その現状を知っておこう。わかったわ。2024年現在、世界で1億3760万人の子供5から17歳が児童労働に従事しているんだ。これは世界の子供の 7.8% に当たるんだぜ。1億3760万人って、すごい数だね。日本の人口より多いじゃない。しかも世界の子供の 8% 近くが、まだその中にいるのね。これらの児童労働に従事する子供のうち、5400万人つまり、約4割が、特に危険な労働に従事していることがわかっている。危険な労働って、どういうこと？例えば、鉱山での仕事や、農薬など化学物質に触れる仕事、長時間労働などが含まれる。これらは子供の健康を直接害する可能性が高いんだ。恐ろしいね。しかもだ、こういう危険な労働に従事している児童の半分が、15歳未満だ。20% は12歳未満なんだよ。そんな小さいうちから危険な労働に従事しているんだね。SDGs は知ってるよね。その目標8.7では、2025年までに児童労働を根絶することが掲げられていた。しかし、2024年時点でまだ1億3760万人の子供が児童労働に従事している。目標達成は不可能と言っていい。そうよね。でも、児童労働の推移はどうなの？昔と比べて減ってるの？減っている。2000年以降、児童労働者数は1億人以上減少しているんだ。しかも、この期間に子供の人口は2億3000万人も増加しているのに、だぜ。そうか。少しほっとするよ。人口が増えているのに児童労働者数が減っているんだね。そうだな。特に2020年から2024年の4年間で、児童労働者数は2000万人以上減少し、危険な労働に従事する子供の数も2500万人減少したんだ。これは2016年から2020年にかけて一時的に増加した後での進展だから、歓迎すべきことだぜ。COVID-19 のパンデミックがあったけど、それでも減ったんだね。そう、パンデミックによるさらなる悪化が懸念されたけど、実際には進捗の道に戻ることができた。児童労働はまだまだあるが、減らすことはできている。地域によって児童労働者の数は違うの？昔はアジアが一番多かった。人口も多いから不思議ではないんだが、現在は状況が変わっている。サハラ以南のアフリカの児童労働者の数が、圧倒的に多いんだ。8660万人の子供が児童労働に従事している。これは世界の児童労働者の約3分の2を占めているんだ。しかも現在進行形で増加中だ。8660万人って、すごい数だね。アジア太平洋地域はどうなの？アジア太平洋地域では2770万人だ。過去16年間で 75% も減少しているんだ。劇的な減少だぜ。75% も減ってるの？すごいね。インドとか南アジアの国々も含まれているんだよね。そうなんだ。先日ナイジェリアの動画を作った時、インドよりナイジェリアの方が貧困状況は厳しいと書いた。もちろんインドの方が人口は多いんだが、貧困の度合いが違う。そこで、児童労働者の数も、サブサハラアフリカの方が圧倒的に多い。ラテンアメリカカリブ海地域はどうなの？ 730万人で、ほぼ横ばいだな。アジアのような改善がなかなか見られない。児童労働者の割合も、地域によって違うの？サハラ以南のアフリカでは 21.5% の子供が児童労働に従事しているそうだ。割合はこれでも少し改善しているんだけど、人口が増えているから児童労働者数は増加している。子供の5人に1人は児童労働者なんだね。人口が増えているから、割合が減っても人数は増えているんだね。その通り。一方、アジア太平洋地域は 3.1% まで下がっている。近年の大幅な進捗が続けば、2050年までに児童労働が撲滅される可能性があるんだ。あくまで可能性だが希望がある。
アジアだけ、SDGs の目標が、2050年までには達成できるかもしれないね。ラテンアメリカカリブ海地域はどうなの？今回の調査では、5.5% という数字が出ている。減少中だけど、アジアの減少が劇的なので、割合では逆転してしまった。そうか、昔はアジアの方が高確率で児童労働に従事してたんだね。南米がどうなっていくか注目していないといけないね。報告書は将来の予測にも触れている。どうなってるの？現在の傾向が続けば、児童労働の負担はますますサハラ以南アフリカに集中する可能性がある。2030年以降、サハラ以南アフリカの児童労働者数は1億人を超えるかもしれないんだ。1億人以上か。児童労働の撲滅どころではないね。教育の面ではどうなの？教育の話を後で詳しくやるが、サハラ以南アフリカでは、子供の人口が急速に増加している。推定で8000万の学校施設が追加で必要とされているんだ。8000万の学校施設って、ものすごい数だね。教育格差も広がっているの？2024年時点で、初等教育修了率は、アジア太平洋地域やラテンアメリカカリブ海地域では 94% 以上だ。一方、サハラ以南アフリカでは約 70% にとどまっている。これをさらに悪化させないことが、児童労働問題では重要なんだ。だんだん分かってきたよ。ところで、紛争地域の児童労働ってどうなの？大事なポイントだ。紛争地域では児童労働の発生率が 21% に達し、紛争の影響を受けていない国の4倍以上に跳ね上がる。4倍か。紛争の影響は大きいね。テレビでも各地の紛争の映像が流れるが、子供の映像はショックが大きく、なかなか流せない。もちろん紛争被害者、子供兵士、そして紛争後の児童労働と続く。昔、エチオピアの紛争と刑務所の動画を作ったけど、インフォーマルな仕事に流れる紛争孤児たちに、教育と職業訓練が必要だね。あちらも ILO の仕事だった。労働というと大人を考えがちだが、児童労働もしっかり見ていよう。性別によって児童労働の状況は違うの？まず、全体的には男子の方が女子よりも児童労働に従事する割合が高いというデータが登場する。男子は 8.6%、女子は 6.9% だ。1.7% も差があるのね。2024年の実数ではどうなの？男子が7820万人、女子が5930万人だ。女子の方が安定して減少する傾向があるんだ。女子の方が減りやすいんだね。でもさ、家事労働はどうなの？そう、そこを忘れてはいけないんだ。家事労働は児童労働の定義には含まれていない。しかし、小さなうちから一日中家事労働に従事している女子はいて、義務教育より優先されているケースもある。そこはデータの盲点だね。この報告書はそこも見ているの？もちろん見ている。講義の定義を用いると、女子の児童労働発生率が男子をわずかに上回ると書いている。家事労働も過酷なものがあるから見落とさないようにしないとね。家庭内の生活格差は表に出にくいから怖いよ。そうだね。子供の発達に悪影響を及ぼすことを児童労働と考えると、大切な注意点だね。児童労働はどんな産業で多いの？産業別の分析を見てみよう。農業が 61% を占めていて、最大の割合だぜ。サービス業が 27%、工業が 13% だ。農業が 61% か。圧倒的に多いね。子供の年齢が低いほど、農業に多い。年齢が上がるほど、男子は工業、女子はサービス業の児童労働が増えていく。それでも全体としては農業の割合が高い。成人の就業構造と比べるとどうなの？成人の就業構造は農業 28%、サービス業 49%、工業 23% だ。これが児童労働の割合とずれている。つまり、成人の世界では、農業従事者の割合が減っているんだが、児童労働はかなり農業が多い。低所得国の地方では、子供が義務教育を途中でやめるケースが多いよ。そこは子供が農業を支えているね。とりわけ、サハラ以南アフリカでは、児童労働の 70% が農業に集中している。なるほど。圧倒的に高いね。アジアや他の地域は違うの？他の地域でも農業の割合は高いが、50% 以下に下がっている。その分、サービス業や工業で児童労働の割合が上がる。アジアでも変化しているの？先ほど、児童労働の 13% が工業に見られると話しただろう。この数値が南アジアでは倍になっている。つまりアジアの児童労働は減少しつつも、内容がシフトしていることに注意だ。児童労働と教育の関係はどうなの？義務教育年齢というのは多くの国で5から14歳だ。そこで児童労働に従事している子供を調べると、約3分の1、31% が学校に通っていない。これは児童労働に従事していない子供の不就学率 8% と比べて著しく高いぜ。
31%対8%か。みんな読み書きとか基礎的な計算とかできるようになってほしいけど、児童労働が確実に教育の機会を奪っているね。危険な労働をしている子供はもっとひどいの？そこも大事なポイントだ。危険な労働に従事している子供の場合、不就学率は約半数47% に上るんだ。47% か。ほぼ半数が学校に行けていない。危険な労働に従事している子供の方が、環境は当然過酷だね。15から17歳の子供はどうなの？15から17歳の青少年では、児童労働に従事する 59% が学校に通っていないんだ。児童労働と学校教育の両立が難しいことがわかるぜ。6割が学校に行っていないんだね。ここで追い打ちをかけるようだが、児童労働と学校教育の両立をしている子供についても調査をしている。どういうこと？ 34カ国のデータによると、児童労働に従事している7から14歳の子供は、そうでない子供と比べて、基礎的な読解力や計算能力を習得している割合が 30% 以上低いんだ。厳しいよ。児童労働と両立すると、30% 以上も下がっちゃうんだね。それじゃ貧困の連鎖だよ。児童労働の程度にもよるが、学習に悪影響を及ぼしているケースが多い。もちろん、学校に行けない子供はもちろん学習レベルは下がる。なかなか抜け出せない現実が見える。児童労働の原因は何なの？まず3つ取り上げよう。1つ目は貧困だ。どう考えても、これが根源的な原因だ。家計を助けるために子供が働かざるを得ない状況がある。それはそうだよね。2つ目は何なの？社会規範は大きいと考えている。子供が働くことを容認したり、奨励したりする社会的な慣習や文化的背景があるんだ。確かに、文化的な背景も児童労働に影響するね。そのまま子供が過酷な労働に入っていく。3つ目は何なの？サプライチェーンの構造を考える。ここはもちろん日本の消費者にも関係があるところだ。調査は行われているんだよね。最近随分、児童労働が見えるようになってきた。児童労働が目に見えると、当然先進国の消費者も敬遠する。しかし、インフォーマルな小規模事業者やサプライチェーンの深い仮想では、児童労働のリスクが見えにくいところがあるんだよ。見えにくいところで児童労働が起こっているんだね。1億人以上も児童労働があるわけだわ。その3つの他には、いろんな原因があるのよね。紛争や自然災害、人口爆発、インフラ不足、農業生産性の低さ、教育環境の欠如など、多数の要因が絡み合っている。複雑な問題だね。どんな対策があるの？児童労働を減らすための対策も、まず3つ取り上げよう。最初に、質の高い無償教育の普及だ。少なくとも義務教育年齢までは無償で質の高い教育を提供し、児童労働に代わる魅力的な選択肢とすることだ。教育が第一の鍵だね。2つ目は何？農業分野への重点的介入も重要だ。児童労働の大部分を占める農業分野で、小規模農家支援や持続可能な農法導入、児童労働に依存しない生産方法への転換を進めるんだ。農業の古い仕組みの話は、フィリピンの動画でも出てきたよね。土地改革が絡むから、なかなか変わらない。でもそこで対策することは児童労働にも関係するね。3つ目のポイントは何？国際基準に沿った児童労働禁止法の制定施行が必要なんだ。また、出生登録の不変化による年齢証明の確立も重要になってくる。年齢がわからないと、子供が働いているかどうかもわからないもんね。いつも制度資本が重要という話が出てくるけど、ここも大きく関係するね。でも、この3つ以外にも色々あるのでしょう？そもそも、成人の雇用環境を見直せという話がある。サプライチェーンでの防止策も必要だし、政府が政策を作るとき、児童労働の実態が抜け落ちていると改善しない。対策は多岐にわたる。児童労働をなくすためには、教育や法律、経済、社会、文化など、いろんな面からの取り組みが必要だね。まだまだ道のりは長いけど、児童労働自体は減っている。これからも注目していよう。そうね。さて長くなってしまいましたが、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。児童労働についてご意見がございましたら、ぜひコメント欄をご利用ください。また概要欄にポイントをまとめていますので、よろしければ、そちらもご利用ください。それではまた。